はい、今日はですね、ホームコンプライアンスインタビューということで、はい、今回のありがとうテレビガイドが、はい、そのホームコンプライアンス、はい、まあ司法書士であり、その中小企業診断士でもあり、はい、研修講師でもあり、山田さんに、はい、コンプライアンスの話をお聞きしたいということですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずは山田さんのお仕事の内容を少しご紹介してもらっていいですか。はい、現在、神田錦町でですね、個人事務所をしておりまして、司法書士として法務の仕事、中小企業診断士として経営の仕事ですね。で、そして研修の講師として教育の仕事の3つをやらせていただいております。はい。山田さんの今のお仕事、まあ、それぞれ司法書士さんだったり、中小企業診断士だったりとか、研修講師の、お仕事されてますけど、それぞれどういうお客さんが、多いんですか？はい。で、法務関係はですね、もともと総合商社のグループに20年以上勤務していましたので、そちらのご縁もありまして、上場企業のグループから、株主総会の関係ですとか、会社を作ったり、合併したりっていうですね、そういうお仕事は引き続きやらせていただいてまして、で、そこにまつわった契約書の作成とか確認ですね。でそういう、いわゆる企業法務っていう仕事をやらせていただいてます。で、ただ、独立したことによって、そのお勤めの方がですね、例えば親御さんが亡くなられたんで、相続のことをやってほしいですとか、で、ちょっと、お父様お母様が、ご病気をされたので、成年後見制度っていうのがあるんですけど、でそれがどういうものなのかということで、サポートをしたりさせていただいてますね。はい。それが法務の仕事ですよね。中小企業診断士の仕事はどんな仕事ですか？で、中小企業診断士はですね、これは今私がメインでやらせていただいているのは、行政の相談窓口なんですね。で、東京都に中小企業振興公社っていうのがあって、で、そこで相談員をやらせていただいているのと同時に、千代田区で、経営相談員の委嘱を受けまして、で、週に1回は千代田区役所で、で、これは主に融資とか、これから会社を作る創業の相談なんですけども、でそれをやらせていただいているのが中心です。創業と相談ですか？そうです。はい。じゃあ、ベンチャー。そうですね。若い人が多いですか、そしたら。で、これはですね、若い人だけでもなくて、やっぱりシニアの方も多いですし。定年退職をした後も？そうですね。なるほど。で、千代田区は特に女性の方が今多いんですよね。でも起業したい人って結構いるんですね。いらっしゃいますね。で、やっぱ国が後押ししてるっていうのもあるんでしょうけれども、すごく増えてる実感がありますね。一方で、研修講師の仕事もね、我が社も、やらさせてもらってますけれども、山田さん自身の研修の、あえて受講者の皆さんはどんな方たちがいらっしゃいますか？で、現在はですね、やっぱりこの法務の系統が自分の仕事のメインなので、実際に多いのは役員さん向けの研修なんですね。で、それも上場してる会社の役員というよりは、グループ会社で役員になられて、で、親会社からの出向とか兼務って方がいらっしゃるんですよ。で、その方たちは、軸足が親会社側にあるんで、やっぱ役員とはいえ親会社の社員みたいな意識の方が強いので、でも世の中から見たら会社の役員なので、そうです。で、きちんとした職責があって、でその責任を果たしていくことが求められてるんですよということをですね、毎年数社からお声掛けいただいてやらせていただいているのは、それは法務の側面で。法務の側面ですね。一方でマネジメントもね、マネジメントできだし、このあたりも多分プラスされると思います。そのあたりの研修がやられてますよね。やっております。で、これも本が入り口だったんですけども、やっぱりそのマネージャークラスの人が役員になっていったりしますし、で、新入社員の方がマネージャーになっていったりしますので、組織の中でこの法務とかコンプライアンスっていうのは、どの階層の方たちであってももう今や切り離せない、そういう日付になってると思いますね。まさにそのコンプライアンスは、そのどの階層もどの企業さんも非常に神経使っているところなので、山田さんニーズはすごくありますよね、そういう意味ではね。どういう業種業態が多いですか？業種業態は、これはどこかに偏ってるっていうことはなくて、まんべんなくっていう方が多分当たっていると思いますね。
で、むしろ業種、業態で分けるよりはですね、分類としては、不祥事が起こった会社から呼ばれるケースと、で、不祥事は起きてないんだけど、未然に防ぎたいっていうですね、で、その2つに大きく分類できると思ってますね。例えばどんな不祥事があります？で、不祥事はですね、例えば、下請けさんみたいなものを使ってやってる会社っていうのが、建設だとか IT とかではあるんですけども、でそういう業者さんが一緒に仕事をしていくにあたって、依頼主からですね、ちょっとコンプライアンス違反だみたいな指摘を受けて、工事が止まるみたいなケースがあるんですよ。どういうコンプライアンス違反なんですか？それで、それ現場でのトラブルなんですよね。トラブル。それもちょっと突っ込みたいんですけど、どんなトラブルを？これやっぱり一言で言えば、例えば現場のものをお客さんのところに行って窃盗みたいな形で起きるとか。現場で使ってるものを盗んじゃう。社員というか。そうですね。で、ちょっと借りる気だったんだけど、みたいな感じなんでしょうけども、で、それがビデオカメラに映っちゃってたりすると、やっぱり我が社のものになんで、その手をつけてるのみたいな話ですとか。で、あとは、暴力沙汰じゃないですけど、そのトラブルみたいな、人的なトラブルだったり、そういったことをまた、お客さんだとか、周辺の人とかが見ていて、その看板の人たちって大丈夫なのみたいな、ケースですね。そういう相談があるんですね。ありますね。業者と業者の間のトラブルっていうのがあると思うんです。契約とかもあるんですかね。契約違反とかね。契約違反もありますね。契約違反とハラスメントとかってことですか？ハラスメントあります。で、ハラスメントもやっぱり上層部の人たちがハラスメントをしていて、なんで自分たちその社員にばっかりハラスメント研修とか受けさせて、役職員は、そういう教育をちゃんと受けてるのかみたいなことで、そういう上位職向けの方に研修があったりすることもありますね。山田さんの研修で必ず共通して伝えることって何ですか？私が共通してお伝えしているのは、知識より意識ってことなんですね。で、私もずっと長い間企業に勤めていて、コンプライアンス研修を、親会社の研修を受ける立場だったんです。で、自分の部下を率いて、その研修を受けるっていうところに行くんですけども、大体過去多かったのは、こういう違反事件がグループで起こりました。で、その、違反をした人はこういう懲戒処分になりました。なので、あなたたちも気をつけてくださいねっていうのが、今でもそういう研修やってるところが多いと思うんですけども、それをやるとですね、いや、それ僕とは関係ない部署の話だし、とか、私はそういうことやらないからっていうので、なんかちょっと上から目線の、講義を受けに行ったみたいな感じで、仕上げちゃうんですよね。その仕上げるのをどうやって、変えていくんですか？で、仕上げるのは、やっぱそういう違反事件が、もし自分の職場とかで起こったらどうしますっていうふうに、他人事を自分事に変えるっていうことなんですよね。なるほど。自分の職場で起きたらどうするかっていうケーススタディをやるとか。ハラスメントもなんかすごく意識っていうとね、意識を変えなきゃダメだなっていうのはわかるんですけど、それをどうやって伝えます？で、ハラスメントってやっぱり今、非常に浸透してきていて、いろんなハラスメントの形態があって、で、かつてはセクハラ、パワハラから出発したのが、もうカスハラからマダハラからいろんなものになっちゃってるんですけども、根っこにあるところが今クローズアップされてて、それが人権っていう話だと思ってるんです。そうですよね。で、ちょうど2年前ぐらいは、コンプライアンス違反事件といえば、フジテレビさんの報道一色で、で、そこで10時間にわたる報道で言われてたポイントは2つで、で、ガバナンスがきちんと、機能してませんでしたということと、社員に対する人権の配慮が足りませんでしたということを、報道でずっと言われてるんですけど、ハラスメントの根っこにあるものっていうのは、根っこというか、防ぐ根っこは人権意識なんですよね。で、それがフジテレビさんのきっかけじゃないんですけど、今、役員研修でもコンプライアンス研修でも、人権ということに触れてくれっていうですね、そういう要望があり、で、また人権研修っていうのを受けてない会社とは取引しないっていうふうに、
言っているぐらい、やっぱりちょっと変わってきてるところがあります。まあ、いろいろ人権ってね、ある種抽象的な言語なので、捉え方様々だと思うんですけど、山田さんが人権というのはどういうふうに定義をされてるんですか？で、私は人権の本質っていうのは他者理解だと思ってるんですよね。で、自分のことではないんだけれども、そういうことがもし自分に起こったらどうしますっていうですね、そこを考えてもらうっていうのが、人権理解の根本だと思ってまして。なるほど。その他者で起きていることを自分に起きたらどうするかっていう、まあ、要するにポジションを変えて考えようという話ですよね。そうですね。それをケーススタディとかでやるんですか？で、ケーススタディでやることもありますし、まあ、例えば今、トランスジェンダーとかすごく話題になっていて、で、夫婦別姓だとか、同性婚を認めてほしいっていう動きがすごくあるんですけども、で、それは自分には関係ないことだからっていうふうに思ってる人が結構多いんですよ。なるほど。でもじゃあそれが自分のお子さんだったり、自分の家族に起こったらどうしますっていうふうに考えてもらうと、それは職場とか働く場所で言っていい言葉なのかどうかみたいなふうに思考が置き換わってっていうところなんですよね。私も研修やっててよく言われるんですけど、そのハラスメントってどっからハラスメントなんですか、どこからがハラスメントじゃないんですかみたいな、そういう質問されるんですけど、山田さんも多分そういう質問されるとね、言われるんですよ。そういう時どういうふうに答えます？で、一応厚生労働省が出しているハラスメントの6類型とかっていうのはありますけども、で、それを型通りに守っても、あんまり実効性はないっていうようなところだと思ってまして、で、これは組織文化につながるところかもしれないんですけども、いろんなことが言い入るような空気っていうものをまず作っておくっていうことが大事じゃないでしょうかっていう話はよくしていますね。それが結果的には他者理解につながっていくっていうことだと思いますよね。ありがとうございます。すごい関係性分かりやすいですよね。勉強になります。これは答えにくいかもしれない。素人でもできるコンプライアンス違反にならない活動みたいなね。要するにこれを聞いてる方たちが、こうするとハラスメントにならないよね、こうすると人権守れるよねっていうような、なんかそういう、まあちょっとしたことを変えるだけで、なんかそういう、なんですかね、違反にならないようなことってできるのかなっていう話ですけど。で、これもやっぱり自分の思い込みを解くっていうことで、昨今でこの思い込みのことをアンコンシャスバイアスと言ったりとかするんですよね。で、その思い込みを解くためには、やっぱり他人がどう思ってるのかを聞いてみるっていうことで、何かしらちょっとまずそうだなと思ったことをもししていたりとか、しようとしてるんだったら、家族にちょっとですね、こういうことがあるんだけど、どういうふうに思うみたいなことを聞いてみるとか、友人に聞いてみるっていう、それをするだけでも随分違うような気がしますね。他者の意見に耳を貸すって大事ですよね。確かに確かに。それを会社の先輩とかに言っても、組織文化がちょっと停滞しちゃってるところだと、そんなことまで言ってくるなとか空気読めみたいな同調圧力で消されちゃったりしますので、おかしいと思った時に誰かにちょっと聞いて相談してみるっていうことが非常に言うべきなんだと思いますね。おかしいなと思ったら誰かに相談する。そうするとその人の意見が耳に入る。で、自分の意見はそうだよねっていう話になったりする。でもよくわかりました。ありがとうございます。すごくいい、編集ができそうです。で、ちなみに、これからの山田さんについてお聞きしたいんですけど、これから取り組みたい分野とか、やっていきたい研修とか、なんかそういう展望みたいなのありますか？で、私も今独立して9年ぐらいになるんですけども、コロナ禍もあって、挫折があったんですけども、57歳でいい年になりましたんで、次世代につないでいくっていうことを今考えてまして、で、これまでも大学院とか短大で授業を持たせていただいてて、研修というか、授業って教育にも携わさせていただいてるんですが、今年度から学部の授業を担当させていただくことになりまして、で、そういう、次世代につなぐ仕事っていうものを意識的に増やしていってるところですね。すごいですね。学部の先生ですね、そしたら。講師として。非常に講師ですけども、今、大学生の方に、
これも法律なんですけども、それを教えていく授業を、こんなんでから始めてますね。皆さんからいただいたものの恩返しをしていく、今、ステージにいるんだろうなと思って。大送りですね。大送りです。はい。私もそうですけど、大送りね。そういう意味では、今後の山田さんのキャリアを考えたときに、この先どういうそのなんかビジョンというか、イメージされてます？自分がどうなりたいかっていうのは、あんまり明確なものは描けてないんですけども、やっぱりでも次世代の人たちのなんていうんですかね、道を開けておくっていうか、そのためにコンプライアンスの研修も必要だし、役員さんとかマネジメント系の方に今の方たちはこういうふうに思ってるので、そこの道をちょっと開けるようなというか、応援してもらうような、そういう橋渡し役ができていったらいいかなと思ってますね。素晴らしいですね。もうでもおっしゃる通りだと思いますね。我々が邪魔になっちゃいけないんですよね。そう思います。若い人たちが泳ぎやすいようにね、道を開けてあげるっていう、そういう役割ですよね。というふうに思っているところに、自分も長い時間を過ごしてきたんだなと思うところがありますね。ですよね。なんか一方でね、ちょっと寂しいところもあるんですよね。なんだこうなんか大生から退いていくようなそんな感じをしてて。まあでもね、まだまだ役割はありそうですよね。